パルさんのバケモン連呼が好きすぎる。質問です。レベル60以降の育成のタイミングが分かりません。どういった個体、状態になったら育成していいと思いますか？無課金初期勢です。よろしくお願いします。ってことで、じゃあスパルと申します。レベル60以降の育成について、ちょっとね、私がどうしてるかとかも含めてお話ししていこうかなと思います。ちなみにバケモンだっていうのは笹坊さんという方の影響を受けてますね。デュエルマスターズやられてる方ですね。で、レベル60以降の育成についてなんですが、まず最初にレベル60以降で育てているポケモンは、まず木の実得意のポケモンを基本的には育ててますね。そのフィールドでだいたい食材欲しいなと思ってレベル60まで上げるんですけど、それ以降はだいたい一緒に睡眠して育成していることが多くて、やっぱレベルが高ければ高いほど木の実得意のポケモン強くなるので、そんな感じでレベル65、70、75とかまで育てようとは思ってますね。育てられるかどうかは置いておいてって感じで、木の実のポケモンは基本的に育ててますが、今ね自分のボックス見ながらお話ししてるんですけど、レベル60超えてるのも木の実の数 S がついてる海竜、バタフリー、メガニウム、ラピスラズリコハンで、ゴールドのポケモンはライチュウレベル60で止まってるので、もうちょっとでレベル61にはなりますが、そんな感じで60以降めちゃめちゃ積極的に育成しているかと言われると本当に睡眠プラスアルファぐらいで、今は環境がアンバーなので、アンバー始まる前にレベル60ぐらいだったバタフリーとか海竜とかが一緒に睡眠してて62とか3とかになりつつあるねみたいな感じなので、65はもう全然遠いし、そこまで夢のかけらをがっつり使って育成するということは現状していないという感じになってます。60から65もね、どんぐらいだったんだっけ、 10% とか 15% とか木の実エナジーが伸びる感じなんですよね。少なくはないんですけど、めちゃくちゃ多いかと言われるとそんなこともないのかなと思っているので、育成こそしてるんですが比較的のんびりだなと思ってます。めちゃめちゃ重要視しているわけではないなってところですね。あとは結構例外な感じではあるんですけど、一匹だけレベル75に木の実の数 S を持っているオーダイルも育成してます。今60で止まっているので、レベル60以降育成しているかと言われるとかなり怪しいんですけどで、この子もね、今がねその水タイプポケモンが活躍できる環境なのであれば、毎日でも編成して一緒に寝て睡眠 EXP 入れていきたいとこなんですけど、別にそうではないというところで、75まで育てるぞとは思ってるんですけど、やっぱ積極的に育成しているわけではないですね。本当に余裕がある時には編成してますがね、シアン EX 来てからが本番になるかなと思ってるんですが、シアン EX 環境のうちに木の実の数 S レベル75までいかない気もするので飴もね意外とワニの子貯めづらいので大変だなって思ってますで、他にねレベル75サブスキルを考えて育成してるポケモンって多分いないんですよね。パッと浮かばないので、なので現状レベル60以降で育成しているポケモンは木の実のポケモンですだけですで、食材のポケモンに関してはレベル60以降育てるつもりは現状ないですね。本当に例外的に木の実 S 持ってる海竜だけはレベル上がってるみたいな感じになってます。それもね今後の料理環境次第ではあるとは思っていて、もしねレベル75になんか第4食材追加しますとか言われたら、そっから考えようかなみたいな感じですかね。食材確率アップ L の解放があったりとかもするので、頼むぞ頼むぞっていう感じではあります。サブスキルの種は劇的に足りなそうですねぶっちゃけね今も食材集めに関しては十分かと言われるとかなり怪しいんですけど、ゴールドからアンバーになるにあたって一食の食材の量ってそこまでは増えなかったような気はしてるんですよね。食材の量で言えばなんですけど、難易度はちゃんと上がってるんですけどね、かぼちゃレシピとか。これが次のフィールドになってどうなるのかっていうのは
めちゃめちゃ注目してますね。今環境もね、いいキャンプチケットのギリギリを攻めてくるのであれば、食材120個のレシピとか出てても全然おかしくなかったなというところ、そこまでは増やさなかったっていう感じなので、なんとなくね、絶妙にバランスは見てるんだろうなっていう気はしてますが、1日1食でも、1日2食でもいいやとか結構しちゃうので、日常でね、遊ぶ分には、それこそスプリングフェスとかでは、死活問題だったりするんですけど、日常遊んでいる分にはそこまで料理に困ってないというか、それなりには作れているので、もし、今後レベル60の食材ポケモンを育成するとしたら、75のサブスキルを見て、で、次の料理環境のレシピのサイズとかを見て考えるとかになりそう。なりそうだなとは思ってますね。でも本当にレベル60から75めちゃくちゃ遠いと思うので、どうしましょうね。そういう意味で言うと、ライコーとかサブアカだとスイくんとかはレベル60超えても育成してますね。特にスイくん、まだライコーはレベル60にもなってないんですけど、この子たちはしばらく編成していくことになるだろうなと思ってますし、別にね、レベル60以降レベルを上げて木の実の能力も食材の能力も劇的に上がるというわけではないんですけど、スキルの期待値はちょっとずつは増えていくのでみたいなところで、汎用性のあるスキルのポケモンはそれなりに育てているという感じになりますかね。それプラス食材確率アップ L が追加されたら、お手伝いブーストでの食材集めもはかどるんじゃないかなと今思いましたそんな感じですかね。あとは質問の趣旨とは多分ね違うんじゃないかなと思うんですけど、育っちゃってるポケモン育っちゃってるポケモンは結構いて、それこそデデンネとかヒーラーとか、あとはバリヤードとか、これあれだ、元気回復量が下がってるポケモンが育っちゃってるそう、うちね、どっちのアカウントもヒーラーがめちゃくちゃ強いですみたいな感じでもなくて、最近までね、サブヒーラーみたいなポケモンもいない中でプレイしていることがほとんどだったので、元気なくなっちゃったやつって、しょうがないな、一緒に寝ましょうって感じで、結果的にレベルの上がっていくポケモンが多いです。元気回復量ダウン性格のポケモンもね、結構育ててるので、そういう子たちはね、勝手にレベルが上がってますねあとはシンプルに、これも質問の趣旨とは多分違うんだけど、最大所持数アップ L とか思ってて、一緒に寝かせやすいポケモンは結果的にちょっとこのタイミング食材欲しいから一緒に寝ましょうみたいな感じで、気づいたらレベルが上がっているという感じで、上がっちゃってるデデンネとかさ、レベル65になってるんですけど、なんでこんな上がってんのね。別にデデンネのレベルがね上がることでスキル確率が劇的に改善するというわけでもないんですけど、結果的に上がっているという感じになってますね。うちのメインアカウントのデデンネレベル75最大所持数アップ L なんですけど、現状も所持数アップ S とお休みリボン2000時間があって、ぶっちゃけ所持数すでに足りているので何も変わりませんお手伝いスピードが1レベルにつき 0.2% 上がるぐらいですね、みたいな感じなので、そうだな、結果的にレベル60以降育成しているポケモンは木の実得意のポケモンです。あとはスイくんとかライコーとか、もしかしたら今後サブアカではラティアスとか、チームの中心に置いてもう長く育てようと思っているポケモンはレベルが上がっていくかもあとは本当に環境に合わせてで、現状食材のポケモンをレベル60以上にしようとは思ってないんですが、一応次の環境のレシピ見て、食材の個数とか見て、レベル75サブスキルこのポケモン解放したろと思う子がいたら育てるかもしれませんが、特に考えていませんからちょうどいい質問だったのかもしれない。考え出すタイミングかもしれないねえ、これ本当にあれだな、みんながどうしているのかも気になりますね。なので私はもう本当に木の実得意のポケモンだけは育成し続けていますが、それ以外のポケモンはレベル60になるように育成していて、
あとは育っちゃってる子たちがいるよぐらいの感じになっているので、ぜひとも皆さんがレベル60以降のね育成についてどうしてますとか、レベル75サブスキル解放に向けてがっつり育成してますとかあれば、何でも教えていただけたらなと思います。何卒よろしくお願いします。そんな感じでいかがでしょうかなので結果的にね、どういった個体状態になったら育成していいと思いますかについては、木の実得意だったらガンガン育成するといいと思うし、レベル75サブスキル解放したかったら育成していいと思うけど、私はレベル75サブスキルを見てませんといった感じになりますかね。こんな感じでいかがでしょうかご質問ありがとうございました。皆さんのコメントもお待ちしております。といったレベル60以降の育成についてでした。こんな感じでね、気になることございましたら何でもご質問お待ちしておりますので、概要欄コメント欄の URL からお送りください。お急ぎの方はモンドのスーパーレター的なやつをご利用いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつも応援ありがとうございます。今回ね、ちょっと単発でのお返事としてみたんですけど、ちょっとしばらく単発ずつとかで質問返ししてみて、 YouTube アナリティクスくんの動向とかを見てみようかなと思ってます。さすがにね、質問1個だと結構動画が早いんですけど、動画時間8分未満とかになると広告つかなくて収益下がるらしいので、いろいろ試してみようかなとは思います。この動画はくっちゃべっていたら10分を超えましたそんなわけでね、なんかそれに対してもいろいろコメントあれば何でもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。なるべくポンポン出せるように準備していきたいなと思います。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。